皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。表面固定化酵素反応形で説明したように、触媒有効係数を使うと外部情報に基づき単体表面で起こる反応の特徴を知ることができます。最高内固定化酵素反応形の場合、単体内部での酵素反応の特徴がわかります。この特徴は反応器を設計する際の不可欠な情報となります。そこで今回は最高内固定化酵素反応形の触媒有効係数についてお話しします。図に示すように、酵素が単体内に均一に固定化されている粒子を基質が溶解した水溶液中に入れ、これをマグネティックスターラーで混合します。液本体中の基質は単体近傍に形成された強膜を拡散し、単体表面に到達します。そして単体内に入った基質はさらに単体中心へ向かって拡散します。この拡散の推進力は濃度勾配です。基質は拡散の途中で酵素に出会うと、その作用を受けてミカエリスメンテン機構に従い生成物へと変換されます。結果として単体内部には表面から中心に向かって減少する基質濃度分布が形成されます。この濃度分布は前回の動画で述べた微分方程式モデルにより計算することができます。ここで議論するのは化学反応です。このような場合、反応速度の大きさを知ることが大切になります。しかしながら、微分方程式モデルからは反応速度を直接計算することができません。そこで、微分方程式モデルをどうにかして反応速度式の形で表そうとして考え出されたものが触媒有効係数 EF です。これから難しい式が出てきますが、めげることなく視聴し続けてください。触媒有効係数の存在や概要を理解するだけで良いと思います。そして必要になったとき、しっかりと理解するようにしてください。まずは前回の動画でお話しした最高内固定化酵素反応の微分方程式モデルを1式で示します。ここで G は形状係数です。この値が1、2、3の時、微分方程式はそれぞれ平板、円柱、球状の単体の式になります。境界条件は2式、3式で与えられます。これらの式は有次元形で与えています。しかし、計算を行う場合、無次元形にした方が便利です。ここに示す式は、全ページの有次元の式を無次元化したものです。無次元変数と無次元パラメータの定義はこのようになります。第1章1の19で述べたように、触媒有効係数 EF は拡散のような現象も含めた実際の反応速度 VV を反応以外の現象を除外した仮想的な反応速度 VB で割った値です。この関係を式で表すと6式のようになります。
ここでは単体単位体積あたりの反応速度を考えているので、反応速度を表す記号に添え字 V をつけています。V は単体内や胸膜内に濃度分布が存在するときの反応速度です。基質濃度分布が生じるのは、反応速度に比べて拡散速度が遅いことによります。一方、VB は液本体と同じ基質濃度 SB の基質でシステム全体が満たされているという仮想的な状態における反応速度です。これは本システムにおいて考えられる最大の反応速度を与えます。このような状況は拡散速度が反応速度よりも十分に大きいとき生じます。反応速度は6式を変形することにより7式で与えられます。触媒有効係数を使った反応速度を見てください。酵素反応の特徴であるミカエリスメンテン式がベースになっています。また、式中の基質濃度は実測可能な液本体の基質濃度 SB になっています。これにより SB を測定すれば実際の反応速度の計算が可能になります。それでは単体の形状ごとに触媒有効係数の式を示します。まずは平板状単体の式です。8式は単体内の濃度分布に基づく計算式です。9式は単体表面において単体外の基質が単体内へ拡散により流入するときの速度に基づく計算式です。次に円柱状単体の式を示します。10式は単体内の基質濃度分布。11式は単体表面における拡散速度に基づく式です。さらに球状単体の式は次のように与えられます。12式は単体内の基質濃度分布。13式は単体表面における拡散速度に基づく式です。以上の式を前回の動画で行ったように一つの式でまとめて表すならば、14式、15式のようになります。3つの形状に対する式を1つで表しているので、コンピュータープログラムを1つにまとめて作ることができます。14式、15式へミカエリスメンテン式を適用すると、16式、17式が得られます。右に無次元化の手順を示します。触媒有効係数を計算するには、最初に1式で与えた微分方程式を解き、単体内の基質濃度分布を求めます。次に得られた計算値を16式または17式へ代入すると EF の値が得られます。微分方程式を解くには特殊な数値計算法を使用しなければなりません。これについては次回以降の動画で詳しくお話しします。
一方、一次反応の触媒有効係数に対しては、ここに示すように解析的な式を得ることができます。これらを使えば触媒有効係数を簡単に計算することができます。ゼロ次反応に対しても解析的な式を得ることができますが、ここでは示しません。しかしながら、固定化酵素反応の真の特徴を明らかにするには、ミカエリスメンテン式に対する触媒有効係数を計算する必要があります。ミカエリスメンテン式に対する触媒有効係数の計算例を示します。これは単体形状が9で強膜拡散抵抗が無視できる条件での計算値です。φ が1よりも小さいとき、EF はほぼ1の値を取ります。このようなとき、システムは反応立足の条件にあります。一方、φ が10以上になると EF が大きく減少します。このようなとき、システムは拡散立足の条件に近づきます。例えば、EF が 0.1 以下の小さな値を取るとき、反応速度の計算値は液本体の基質濃度だけで計算した値の10分の1以下になってしまいますね。これは強膜拡散抵抗が大きいため、基質が酵素の元に到達するのに時間がかかるからです。このような条件で物質生産を行うのは好ましくありません。よって反応速度が大きくなるような方策が取られることになります。反応速度と触媒有効係数の関係については後の動画で詳しく説明します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。